こんにちは、影ポンです。今回ですけれども、絶対にやってはいけないバイトワースト5を紹介したいなと思います。自分は今まで15年間ぐらいフリーターやってきたんですけど、その中でもめちゃくちゃきつかった、何の役にも立たない、あと給料が安い、この3つを含めてやらない方がいいバイトっていうのを紹介したいなと思います。これは自分の経験談なのでみんなに当てはまるかわかんないんですけど、自分がめっちゃきつかったのは今から言う5つですね。まず最初に絶対にやってはいけないバイト1つ目なんですけど、激安のファミレスですね。自分は、ジョイフルっていうところで働いてたんですけど、みんな知ってるかわかんない、知ってる人はいるのかなわかんないんですけど、そこってめちゃくちゃ客単価が低いんですよね。だから商品自体もすごい安いので、ポテトとかが例えば199円とかなんですよ。だからホール内を何回も行ったり来たりしなきゃいけない。だから注文があったら行かなきゃいけないし、で料理が出来上がったらまた持っていかなきゃいけないみたいな。ホールも結構広いんですよ。その広いホール内を何往復もしなきゃいけないんですよ。それがめちゃくちゃ大変で、とにかくすごい足が疲れましたね。しかもそこに来るお客さんっていうのは結構家族連れとかが多いんですけど、その中でも特に嫌だったのが中学生とか高校生ですよね。もうすごい安いので、毎回勉強したりとかしに来るんですよね。でその中学生とかから結構自分いじられやすいタイプなので、いじられたりってするのも嫌だしね、タメ語とか使えなくて敬語じゃないですか。だから敬語で話したりするのもちょっと嫌だなって思ってたり、とにかくそういう客層の人とコミュニケーションを取らなきゃいけないっていうのはめちゃくちゃ大変でしたよね。しかも休日とかすごい大変なんですよ。土日とかは本当に地獄で、30組とか50組ぐらいあるホールなんですけど、そこが全部満席になるんですよね。満席になったら本当に地獄で、ホールとかあとキッチンとかがもう戦争みたいな感じになるんですよ。だからお客さんが来店したら席に案内して、で注文取って、で料理を運んでバッシングとかしてレジしてみたいな、そんな感じでごちゃごちゃになるんで、すごい大変でしたよね。でメリットっていうか、時給はだいたい900円から1000円ぐらいのところが多くて、基本的にシフトは本当に日勤とか夜勤とかあるので、融通は聞きやすいですよね。あと女性が多いっていう感じですね。大学生とか専門学生とか、あと主婦、昼間だったらほとんど結構主婦の人が働いてる割合が多いですよね。あとはホールじゃなくてキッチンとかだったら包丁を使うのが上手くなったりとか、未経験でも料理が割とできるようになるんじゃないかなって思います。ほぼ冷凍ですけどね、ああいうとこって。で次なんですけど、絶対にやってはいけないバイト2つ目なんですけど、交通誘導員ですね。このバイトはね、めちゃくちゃ大変でしたよね。っていうかね、とにかく寒い。自分は冬の時期にやったから、そう思ったと思うんですけど、友達とかから結構言われるのは、立って棒振りしてるだけだから楽なんじゃないかっていう風にみんなから言われるんですけど、ずっと立ってるのが一番きついんですよね。意外とその前まで自分がやってた機関庫みたいに体全体を動かして自動車を作ったりとかする方が楽なんですよ。実際にめちゃくちゃ寒い氷点下1度ぐらいの中でずっと立って棒振りしてるのっていうのは本当にきついですよね。時間も経たないし、とにかく寒いし暇だしみたいな感じで、とにかくどんな仕事よりも体力がないとできない過酷な仕事なんじゃないかなと思います。ああいう仕事をね、わざわざ若いうちからやる人はいないと思うんですけど、本当にね、大変だからやめた方がいいですよ。これなんで自分はこの世界の中心で突っ立ってんだろうって思って、めっちゃ悲しくなるんで。で、この仕事の給料なんですけど、だいたい日勤だと9000円ぐらいですね。夜勤だと1万1000円とか1万超えるぐらいの給料がもらえますね。でも実際その交通誘導員やるんだったら、施設警備とかいいですね。よくいろんなビルの施設とかを見回ったりとか、シャッター閉めたりとか、不審者がいないか見て回る人とかいるじゃないですか。そういうのは結構いいと思うんですよね。絶対にやってはいけないバイト3つ目なんですけど、トラックの荷下ろしですね。これは倉庫内作業とは違うんですよ。倉庫内作業でピッキングとかっていう仕事はあるじゃないですか。
やピッキングだったら全然問題ないんですけど、トラックからの荷下ろしっていうのが相当大変でした。自分はあのバイトは今までの肉体労働で一番きつかったなっていう記憶がありますね。1日しかしなかったんですけど、なんか本当に10トントラックみたいなやつが来て、その中に段ボールが100個ぐらい詰まってるんですよ。しかも1つ20キロとか、すごい重くて冷凍のやつなんですけど、それを全部人力でパレットの上に下ろしてくださいとかって言われて、それはもうマジで地獄でしたね。なんか腰も痛くなるし、腕もなんか半端じゃないし、次の日も起きれなかったぐらいきつくて、だから今のバイトのね、タウンワークとかにトラックの荷下ろしとかっていうやつが本当にあるのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、荷下ろしはちょっときついんでやめた方がいいですよね。で、この給料っていうのは基本的に倉庫内のバイトだったりとか、あと日雇いの派遣で、大体時給が1000円ぐらいですね。本当に筋トレ目的の人だったらいいんじゃないかなって思います。そして次なんですけど、絶対にやってはいけないバイト4つ目なんですけど、コールセンターの発信営業ですね。自分は22歳ぐらいの時に医療保険とか生命保険を電話で案内する、仕事をしてたんですけど、その仕事もねちょっとやばかったですよね。保険とか案内する仕事をする人って1日研修を受けなきゃいけないんですよ。で研修受けて、でもうその後にいきなりなんか電話しろって言われて、で電話番号のリストみたいなのがあるんですよ。でリストの中から上からどんどん電話しろみたいな言われて、いきなり電話させられるんですよね。何も知らない他人の家に。でなんかもう本当になんかとにかく電話をしまくって契約を取るっていう仕事なんですけど、なんか基本的にこの仕事のヤバさっていうのは高齢者をターゲットにしてるっていう点ですよね。基本的に若い人、30歳で全然病気がない人に保険を売ったとしても、ほとんど保険料ってすごい安いんですよ。保険料が安いとその会社に入る手数料とか儲けも少なくなるじゃないですか。だからこういう会社って基本的に80歳ぐらいで病気がある高齢者を狙って電話するんですよ。本当になんかゴキブリがいたかと思った。本当になんかその80歳ぐらいの人に全然そんなに保険に入る必要はないんですけど、ほぼ強制ですよね。半分以上脅しみたいな感じで保険に入れみたいな感じで電話して、脅してなんか無理やり入れるみたいな。本当にその人たちに月々5万円ぐらいの保険に加入させるんですよ。しかも入院してもたった5000円ぐらいしかもらえないような保険に案内するんですよね。だから相当保険のセールスっていうのは心が強くないとできないんじゃないかなと思います。もちろん電話の発信とかじゃなくて対面とかの営業でも相当心が強かったりとかお金が好きじゃないとできない仕事ですよね。で、この業界の給料っていうのはだいたい発信なので時給が1300円ぐらいですね。でそこにどれだけ取ったとかなんかインセンティブみたいなのがついてくるんですよ。1件取ったら2000円ぐらいもらえたりとか、契約が取れればなんか時給が上がるタイプですね。でもなんかやるなら基本的に受信の方がいいですよね。発信は結構大変なので受信の方が良くて、でもなんか受信をやったことがある人に話を聞くと、受信のやつでも結構クレームとかバンバン言われたりするらしいんですよ、お客さんから。だからそのクレームを聞く人はもうクレームを言われても全然落ち込まないみたいな、もうそういうのクレームとかに慣れたからっていう人が多くて、やっぱり電話系の仕事っていうのは心が強くないと厳しいのかなって思います。で最後に絶対にやってはいけないバイト5つ目なんですけど、食品を製造してる製造ラインですね。これは自分はねいろいろやったことがあるんですけど、これはね山崎パンとあとセブンイレブンのお弁当を作る工場ですね。山崎パンはね結構大変でしたね。山崎パンは自分なんか1日しか行ってないんですけど、パンをねじる仕事やってて、よくセブンイレブンとかスーパーとかにねじられたパンが売ってあるじゃないですか。ああいうのをただねじるだけみたいな、途中で自分がパンをねじってるのかパンが自分をねじってるのか分かんなくなるぐらいなんか大変な仕事で、これはね相当なんか大変でしたよね。もうあれをなんか毎日やってる人は本当にすごいなっていうふうに思います。でセブンイレブンのお弁当を作るやつもそうなんですけど、そういう仕事って最初はね大変なんですよね。白装束っていうか、やっぱり食品に髪の毛とかねが入らないように白いクリーンスーツみたいなのを着なきゃいけないんですよ。
もうマスクとかもう体全部覆ってるので目だけしか見えないような感じ、あれをね着なきゃいけないっていうのが最初すごい大変で、食品の製造ラインに行った時にあの格好をした人たちがバーっているんですよ。それはなんかすごい光景だなって思いましたね。でセブンイレブンのお弁当の仕事も基本的にはねよくコンビニで見るような焼肉弁当とかもそうなんですけど、ご飯入れる人がいて肉入れる人がいてタレつける人がいて、で横の漬物を入れる人がいて弁当の蓋をしてみたいな、受け取る人がいてみたいな、そんな感じなんですけど、あれってなんかめちゃくちゃスピード速いんですよね。もう製造ラインの上に弁当の箱が乗ってるんですけど、それの中にどんどん食材を入れていかなきゃいけないんですよね。でそれが最初のうちはすごい大変で全然間に合わないんですよ。だから隣のおばちゃんとかに怒られたりとかフォローしてもらいながらやるみたいな感じで、男の子には結構ねおばちゃんなんで優しいんですけど、若い女の子とかは結構厳しくされてたりとかってイメージがありますよね。あとやっぱりああいう環境なのでめちゃくちゃ寒いんですよね。もう寒い中立ちっぱなしで仕事をしなきゃいけないので、人によっては体力的にきついのかなって思います。自分はこうやらない方がいいって言いながらも結局その仕事は2年くらいやったんですよね、合計バイトと派遣合わせて。だから何も考えないで単純作業をするのが楽な人は続く仕事なのかもしれないですね。で給料なんですけど、だいたい日勤が850円とかで夜勤になると1000円超えてきたりする職場もありますね。でこの仕事は基本的にこう年末年始だったりこう長期連休クリスマスとかがおすすめですね。やっぱりそういう時期ってなんかそこで働いてるおばちゃんのバイトとかも休んでたりとか、あとクリスマスケーキとか恵方巻きとかおせちとか、そういった時期には結構夜勤で時給が1100円とか200円ぐらいになったりするんですよ。だからそういった時期に、フリーターとか大学生が働くのにはいいんじゃないかなって思います。ということで今回はですね、やらない方がいいバイト5つを本当に完全な自分の主観で紹介しました。でなんか今はどんな感じでみんなバイトを選んでるのかっていうのは分かんないんですけど、バイトを選ぶコツとしては自分が思うコツなんですけど、まずは自分の、家から近くて手軽にできるっていうところですね。で時給もそこそこ高い方がいいですよね。あとはこう人と関わることによってなんかコミュ力が上がるようなバイト、できれば職場にこう異性がいた方がいいじゃないですか。でもやっぱりこう最強なのがそのバイトで働いてるだけで経営を学べるみたいな。今だと思いつくのがセブンイレブンとかユニクロとか、そういったこうなんか成長企業があるじゃないですか。でバイトで働いてるだけでその会社がどんな経営をしてるのか、それを学べるのがなんか一番お得ですよね。経営者の立場になって働けるみたいな。という感じでこんな感じで今日は話してきたんですけど、今回はやらない方がいいバイトを話してきたんですけど、違う機会にやった方がいいバイト5選とかそういうのを紹介したいなと思います。あと自分はバイトじゃないんですけど入社祝い金が40万で寮費無料の期間校ブログっていうのを運営してるんですよ。興味がある人は概要欄から見ていただけると嬉しいです。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。影ポンでした。